お金の流れがですね一個変わってきてるんですね。っていうのはやっぱり企業って投資家とかからお金を集めてそのお金でもってビジネスをするっていうことがあるわけですが、そこで自然を壊しまくっているとそのビジネスダメになっちゃうかもしれない。そこに投資した投資家としては損しちゃうかもしれないですよね。投資家もなんかちょっとむちゃくちゃやる企業には投資したくないなと、自然のことをちゃんと考えている企業に投資したいなって思うようになってきたわけなんですよね。企業としてもじゃあ投資家からお金集めたいから自然のことをちゃんとやらなきゃっていうふうに、そういう中でより意識の高い企業としてはこれ逆にビジネスチャンスだなと、自然を守ることがビジネスのためにもなるよっていうことが企業の方々の意識に入ってきた、変わってきた。私がここ2、3年感じていることなんですが、時代が大きく変わって、ちょっと私にとっては信じられない時代になってきたなっていう話をちょっとしていきたいなと思うんですけども、ずっと自然が破壊され劣化し、でもみんなそこに興味がないっていうような時代がずっと続いてきてたわけなんですが、コロナが明けてここ2、3年すごく風向きが変わったなと思うんですね。でそれは企業なんですね。ビジネスの中に生物多様性保全を取り込もうっていう動きがめちゃくちゃ本格化してきてるんですよね。でこれ本当信じられなくて、なんか僕らなんか日陰者で隅っこでなんかちょっとなんとか自然守ろうぐらいにやってきたつもりだったのが、本当に大企業の方々から一緒にやりませんかってお声掛けいただけるようになってきてるんですよね。でそれはその SDGs っていう言葉があって、みんなで何とかしていこうよっていうような流れがとても大きくなってきていると思うんですが、それをさらに発展させた形で具体的に自然を守ろうと、で自然を守ることがビジネスのためにもなるよっていうことが企業の方々の意識に入ってきた、変わってきた。それによって僕らの仕事も一気に変わってきていて、なんかそれが本当になんていうんですかね、プラスというかポジティブな流れになってきてるんですね。そこをちょっと皆さんにもぜひ知っていただきたいなというふうに思ってるんですけど、なんか一つ具体例で私たちが受けたお仕事の話をすると、秋葉原ですね。もう本当に大都会の、私もたまに行くんですけどもビル街ですけど、そこの駅地下の巨大なビルの屋上にビオトープを作りたいんだけどっていう相談が来るわけですね。でそれはしかも、電子部品の卸業をやっているような会社さんで、一見すると自然環境なんて全然関係ないような会社さんがビオトープ、その生き物が住む場所を作りたいっていうふうに言ってくるわけですよね。で実際それを私たちの方で請け負って、ちょっと小さい屋上なんで小さいですけれども小さな池を作ってですね、今その調査をしてるんですが、そうするとあんなビルの真ん中でもちゃんと生き物がですねやってくるんです。で僕らが作るビオトープって基本的にその生き物離したりってしない、ほとんどしないんですね。魚離したり持ち込んだりじゃなくて、場だけ作って生き物が来るのを待ってるわけなんですが、そうすると現時点で5種類から6種類ぐらいもトンボが飛んできてですね、で結構大きい銀ヤンマとかっていうヤンマが来たり、あとはあんまり飛ぶ能力がない糸トンボなんかまで来てくれて、じゃあ一体どこからここに来たんだろうっていうような生き物も次々入ってくるわけですよ。だからあんな場所でもやろうと思えばちゃんと生き物が住む場を作れるっていうことがそこで分かったりもしていて、で他にもいろんな会社からこんなことやりたい、こんなことやれないかっていう相談が来るわけですよね。となんか今までは公共事業が自然を壊す時代があって、でそれがだんだん終わりを迎えつつある中、企業ビジネスが今度はやっぱ自然環境に与えている影響っていうのを考えなきゃいけない時代になってきたと。で当然地球規模でいろんな物資が飛び交ってたくさんものを作りたくさん廃棄しっていう中では当然自然も劣化していく流れがあったわけですが、それやっていくと
ビジネスもダメになっちゃうよねと、自分たちがやってる仕事できなくなっちゃうから、ずっと持続的にやるためにはやっぱり自然を守らなきゃいけないよねっていうふうに変わってきてるんですよね。それがすごいなと思ってますね、本当に。いやもう時代が今本当に大きく変わってるっていうところで、やっぱいくつかこのキーワードがあるんですね。その SDGs って言葉は本当一般的になってきて、だんだんそれも当たり前になりすぎて、今新しい言葉が出てきてまして、一つはネイチャーポジティブっていう言葉があるんですね。で今までその自然の価値も量も減り続けてどんどんダメになっていたのを、なんとかその負の流れを止め、かつちょっとでもいいから増やす方に逆転しようっていうのが、これネイチャーポジティブっていうんですけども、これを2030年までになんとかちょっとでもいいからプラスにして、そして2050年までには完全に自然と共生した社会にしていこうっていうのがこのネイチャーポジティブの流れ、目標なんですが、今日本もそれにこう参加していて、なんとか実現しようっていうことをやり始めてるんですね。でこれがそのまた面白くって、30 by 30っていう言葉があってですね、地球の陸地の 30%、 それから水辺、海ですね、海の 30%、 陸と海それぞれ 30% は保護区にしようっていう大きな目標なんですね。じゃあ日本もそこに参加したので、じゃあ日本列島の陸地と 30% と海の 30% 保護区にしなきゃいけないっていうのをやってるわけなんですが、なかなかそれがこう難しくって、その今だとなんでしょうね、国立公園とかっていうところが保護区として今カウントされて面積として数字があるわけですが、やっぱ足らないんですね。現状だと今20点、ちょっと見てみます。20.5% ぐらいだったかな、海の場合がですね。海が 20.5 で多分陸が 13.3% とかだったと思うんですけども、その目標 30% の目標まではまだ程遠いわけですね。でそのために何をするかっていうと、じゃあ民間の力を借りようと、国立公園だけじゃ無理だから、例えば企業が持っている土地とか企業林とかっていうのをじゃあその保護区の中に入れちゃえば 30% いけるじゃんっていうふうになってきて、じゃあそこに協力してくださいっていうふうに国が言い出したわけですね。環境省が言い出して、で参加したい人ってこう募ったわけです。でそしたら結構たくさんの企業がじゃあうちやりますよって言ってくれて、去年かなぐらい、一昨年ぐらいから始まったんですね。で最初の1年間でわーって結構たくさん、何箇所100箇所200箇所ぐらいがそこに登録されたんですね。でそうすると陸地の面積の保護区が 0.1% それで増えたんです。でそれをどんどんやっていけば 30% までいくんじゃないかっていうことで今結構流れができ始めていて、で去年も募集したらもうまたすごい応募が殺到して、うちも参加したいですって言って、でも1日で締め切っちゃったんですよ。あまりに応募が多すぎて、ちょっともうこれ以上受け付けられないんですいません1日で切れますって言って、そのぐらいたくさんの人たちが参加しようっていう流れになってるんですね。だから今もう企業の意識とかっていうのが変わってきて、みんなで取り組もうって流れになっているので、これどんどんこう活性化していくとだいぶ変わってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、今のお話、日本の企業です。日本の企業です。ただもちろん30 by 30自体はもう地球規模で国際的にみんなでやる話なんですけども、陸地の 20.5% とか 13.3% が既存の保護区だっていうのは日本の話で、それを30まで持ってこうって話なんで、日本企業も今だいぶ頑張って参加してきてくれてるっていう感じになってますね。ちなみに、ずっとそういうことを5月さんやってきはいて、はいなかなか誰も聞いてくれねえなとずっとはい思ってらっしゃったと思うんですはいよね。反応鈍いなと。そうですね。この中で何が起きたんですか？そうですね、なんかやっぱり定期的に国際会議が開かれていて、新しい目標とかっていうのがその度決められるんですけども、僕は世界の意識が変わっていく中でやっぱちょっと日本も遅れまいと、ついていかなきゃっていう部分は一個あるのかなと思うのと、あとはそのお金の流れがですね一個変わってきてるんですね。っていうのはやっぱり企業って投資家とかからお金を集めて、そのお金でもってビジネスをするっていうことがあるわけですが、そこで自然を壊しまくっているとそのビジネスダメになっちゃうかもしれない。そこに投資した投資家としては損しちゃうかもしれないですよね。投資家もなんかちょっとむちゃくちゃやる企業には投資したくないなと。
自然のことをちゃんと考えている企業に投資したいなってこう思うようになってきたわけなんですよね。そうするとお金の流れがちょっと変わるわけです。っていう中で今 TNFD っていう仕組みがまたできてきていて、それは企業が投資家とか世の中に対して情報を開示しなきゃいけないという仕組みなんですね。それは自分の会社のビジネスが自然に対してどのぐらい依存してるかとか、どんな影響を与えてて、それを守るためにどんなことしてるかっていうのをちゃんと情報開示しなさいっていう仕組みなんですね。でそうすると投資家はそれを見て、あ、じゃあちゃんとやってるからこの企業に投資しようっていう流れが生まれるわけですね。つまりその企業のお金の使い方の流れを変えるための仕組みが TNFD なんですけれども、そういう中で企業としてもじゃあ投資家からお金集めたいから自然のことをちゃんとやらなきゃっていうふうになってきたっていうのが一つあると思うんですね。でそういう中でより意識の高い企業としてはこれ逆にビジネスチャンスだなと。今まではリスクでしかなかったけど、これ他の企業と差別化するためにいいビジネスチャンスだからより積極的に取り組もうっていう企業も出てきたりして、今かなりいい流れができ始めてるんですよね。だからここにいろんな企業がどんどん乗っかってきてくれると結構日本の自然も大きく変わっていくんじゃないかなってちょっと私は期待してるっていうところですね。お金はやっぱ大事ですね。やっぱ企業の元々の活動理念はやっぱお金稼ぎっていうところがあると思うんで、それはやっぱり大きいのかなと。なんかこう根性論とか考えとかだけでみんなで頑張ろうよって言ってもなかなか難しいので、やっぱそこにちょっと何らかのインセンティブがあった方が、本当はその 30by30 に参加することによってそれだけで何らかインセンティブが何かその税制優遇されるとかっていうことがあるとよりいいなとは思ってるんですが、ちょっとそこはまだちょっと検討中で、ただそれがなくてもすごいたくさんみんな参加してくれてるんで、本当変わってきたなっていうのは思いますね。で、実際そうなってみて、うん。じゃあ今ここはやりどころだと。はい。今こそ効果的なことをなるべくやろうそうですというね。わけですよ。はい。なんか変わってきたこととか、取り組みとしてこんなこともとか、なんかありますか？そうですね。なんかちょっと前までだとその CSR とか言ってその社会貢献しなきゃみたいなのがあってですね、その時ってそのやっぱり自分のビジネスとかちょっと関係ないけどいいことしようみたいな流れがあったんですよね。そのなんですかね、そのメーカー、パソコン作ってるメーカーだけどちょっとなんかゴミ拾いしようとかですね、あんま関係ないじゃんっていうところがあったんですけど、そうじゃなくてやっぱりその本業でちゃんとやろうっていうのはやっぱり大きな流れですよね。例えばその飲み物を作る飲料メーカーがじゃあやっぱりきれいな水がないと飲み物作れないから、じゃあその水を育むための水源林を守る活動をしようっていうのはビジネスのためにもいいし自然のためにもいいですよね。そういうようなちゃんと本業としっかり結びついているっていうところが大事なので、だからその一律にみんながこれをやればいいっていうのはあんまないんですよね。その業種とかやってるビジネスに対してじゃあこれやろうっていう形になってくるんで、結構企業でやるべきことは変わってくるので、そこはちょっとこう専門家と協力した方がいいなとは思うので、なんかぜひちょっとご相談いただけたらなっていうふうに思いますよね。じゃあ今後はというか、今もすでに動いてるかもしれないけど、その手のコンサルティングみたいなことがはい。起きてくるってことです。もう始まってますね。私たちの方にもご相談いただいていくつかやってますし、意識の高い企業さんはコンサルティングの会社と組んで新しい取り組みっていうのはもう始めてますね。やっぱり効果を語りたいっていうところもお持ち出てくるんですか？それもあると思います。やっぱりアピールになりますから、イメージ的にいい会社だっていうイメージ付けにもなりますし、一方で自分のビジネスの持続可能性にもつながるっていうことで、両方の意味でやってるっていう感じだと思いますね。それは今は割とあれですか、やっぱ都心っていうか、都市部の企業それとも割と全国的な展開なんですか？そうですね。やっぱりその予算的に余裕がある方がやりやすいっていうことはきっとあって、大企業の方が動きが活発なような気はしていますが、ただ一方で中小企業のそういう活動を加速させようっていうような流れも生まれつつあるんですね。それは意外とその銀行さんとか地方銀行さんなんかは意外とその地域の企業とつながってるんで、じゃあ地銀がそれを仕掛けるとかっていうこともちょっと流れとして生まれつつあるんですよ。だからこれはかなり面白くって、大企業も中小も今スタートラインに立ったなっていう感じですかね。それなんでその30 by 30に行かなきゃって、その本気度みたいなのって、はい。
意外と政治の話はあんま出ずに、あっていうのは、はい。なんか不思議ですね。そうですね。なんかそこはなんか、やっぱり行政レベル、政治レベルと、そのビジネスレベルだと、だいぶちょっと意識の違いがあるのかなっていう気はしていて、まあ、ビジネスの方が切実なのかなとはちょっと思いますよね。でもなんかね、国際会議に出てるのは意外と政治家だったりして、別にあ民間はあ、そこの会議に行かないのに、であそこで決まってきたことがあって、うんうん、でも、それが投資に影響するってことは確かにさっき、なるほどなと思ったんです。はい。それにもし影響しなければ、別に起きないから、応援してもらえるための要件は世の中の変わってってるってことに、ビジネスが先に反応したってことです。ああ、そう。で、本当その通りで、そういう意味では、さっき今言った国際会議にもう企業が参加してるんですよ。もう企業のその担当者が、もう国際会議必ず行って、そこで直接情報を仕入れるっていうふうに変わってきてます。やっぱ早いですね、反応が。とかその参加してるイメージすら必要だし、はい。効果的な活動も必要だし。うん、そうですね。それで初めてアメリカの投資家が、じゃあそこにお金出そうってなる。そうですね。ただまあそのなんていうかまだその本気度として、まあ、PR になるからやるかぐらいの企業さんもまだまだ多いは多いんですよ実際には。そこがより一歩本気になってくれたらまた大きく変わってくると思うんで、まあ、でもそれ変わっていくと思うんですよね。それはいつぐらいから動き始めて、今どれぐらいのそのタイミングなんですか？ですね、大きく変わったのはやっぱり2020年ぐらいですかね。まあ私が本当に肌身で感じるようになったのはここ2、3年なので2022年ぐらいかなとは思うんですけども、まあでもずっとその COP10 って言ってその生物多様性条約の国際会議が2010年に名古屋で行われたんですが、まあ、そういったところからだんだんと高まってきてはいたんですね。ただそれがここへ来てぐっとこう加速したなっていう感じはします。いや、3年続いてるってなると、もうそっちなんだなって。はい、もうなんかこれその一時的なブームとかじゃなくてですね、もう本格的に始まってるなって感じがしますね。なんか環境問題ってその CO2 ですね、地球温暖化系の気候変動系の問題と生物多様性の喪失っていう、まあ、2つ大きくあって、でどっちかっていうと CO2 の問題の方がこれまで取り組みとしては進んでいた。でそれはやっぱり数値化しやすかったんですよね。 CO2 何トン削減しましたとかっていうのができたのでやりやすかったんですが、生き物ってね分からないので、ただそこがようやくちょっと進み出して、この両輪で進み出すとより効果が高いと思うんですよね。ちょっと期待してます私としては。はい。その CO2 を吸ってくれる森をじゃあどう育もうとかっていうのにもつながってきますから、結構別じゃなくてつながってるんですよね。そこがそのあとはなんだろうな、ブルーカーボンとかっていうんですけど、まあ、CO2 の吸収源としてはやっぱり森っていうイメージがあると思うんですが、意外と海の中の海藻とか藻というのがたくさん吸ってくれてるっていうことが分かっていて、それがブルーカーボンっていうんですけど、じゃあそれをいかに育むか。でそれがたくさん育めると魚がすごい増えるわけですよ。産卵場が増えるんで、そこもやっぱり CO2 と自然で重なってますし、やっぱり両輪ですよね。そこができるといいですよね。今そこまでいい空気になってるレコードさんのこういう夢というか、はい。何かは、ビジョンはどんなことを今やりてます？ああ、ビジョンか。そうですね。なんだろうな。なんかやっぱりそれがまた当たり前になるといいなというのは当然思っていて、今はやっぱり一部の意識の高い企業が頑張って取り組んでるけれども、もう当たり前の共通言語としてどんな企業ともその話ができるっていうふうにぜひなってほしいですし、もっと言えばもうあらゆる企業のビルの上にビオトープがあってほしいですし、そうですね、そういうのが進んでいくときっとなんだろうな、寄り道できる自然が都市部にもできてくるのかなって思うんですよね。で結構人口が減っていく中では行政の税収も減ってくる。そうすると公園や緑地を管理するお金もなくなっていくんですよね。で今そこを民間の力で何とかできないかっていう流れもできてきていて、PPFI とかって言ってその公園の中にカフェを作ってカフェがお金を稼ぐと、その稼ぎで公園を管理するみたいな流れもできてきてるんですけども、そういった流れがもっと進んでいくともうみんな企業が先を競うように自然保護をやりだすと、
どこかにその自然保護できる場所ないかってみんなギラギラ探し出して、ちょっとした公園もじゃあうちの企業がやりますとかってなっていくと、もうなんていうんですかね、街の中にそういう場所がたくさんできて身近に自然が生まれていくっていう、そんな街になっていき、でそうすると絶滅危惧種が普通種になるっていうんですかね、すごく数が少なくて絶滅しそうだったものが増えてもう絶滅しそうじゃなくなる。そうするとこのレッドデータブックっていう絶滅危惧種を載せた本からも外されていく。そうするとこんな今分厚いレッドデータブックがだんだん薄くなっていってですね、そんな社会になったらいいなっていうのがもう最終的な夢ですかね。今の話って、地方に行こうみたいな流れも出てくるんですか？ああ、そうですね。もちろん企業って地方にもたくさんありますし、都心に本社はあるけれども工場は地方にあるとかっていうパターンもありますし、そういった流れはできるんじゃないかなとは思ってますが、ただ地方の方ほどもちろん人口の減少の割合が大きいでしょうから、そこのところどうするか、人手がなくなっちゃう部分もあるかもしれませんから、どう都会に集中するなんていうかな、資産だったり人だったりお金だったりっていうものをうまく分散していくかっていうのは考えていく必要はあるのかなと思いますね。なんかね、自然のことだけ考えたら地方の方が今うは、ん。優位にある可能性はいはがあるじゃないですか。い。ね。そこに企業ものとも移転して、そこになんかもうちょっと今ビルの上に作る以上にはもうちょっと作りやすそうな気がすああ、るか確かに、ら。その流れは確かにあってもいいですよね。DX 化っていうかデジタル化が進む中ではそういう業態でもやっていける企業さんってきっと増えてきてると思うので、そういったところは当然土地が安い地方でやった方が効果が高そうですし、いろんなやり方がありそうですよね。なんか、生まれて初めて、久保田さんは少し前向きになった感じですか？そうですね。いや本当にいつになったらこの自然破壊止まるのかなってもうずーっと来たのが、ちょっとそれこそネイチャーポジティブがですね、今ようやくゼロに向けてまだまだマイナスですけどね、ちょっとその変化が明らかに変わったっていうのが見え出した感じなので、ちょっとここからがもう私の働き時かなっては思ってますね。